こんにちは。今回は、フォグライトってよく装備するか迷うけど、ノーム走行でその必要性について考えてみました。死ぬかと思いましたよ。それでは行きます。Now loading。では、早速ノームに突っ込んでいきたいと思います。とその前に、皆さん、いつもアンケートのご協力ありがとうございます。皆さんからすると、このアンケートは大したことじゃないかもしれないんですけれども、私の動画編集のモチベーションにつながるので、引き続き私のチャンネルで見たい動画がある場合は、今後もぜひアンケートのご協力お願いします。霧が深くなってきました。見た目の 1.5 倍は霧が深いです。今状況としては、ハイビームとシグネチャーランプだけ点灯しています。フォグランプは点灯していないです。とまあ色々言いましたが、まあ普通に考えたら車のことわかんない人もいるので、実写ベースで少し解説をすると、この一番上についている細長いランプは、シグネチャー LED ポジションランプと呼ばれます。このライトはあくまでもこの車両シルエットを示すためのもので、遠くまで明るくするための機能はないです。では、どうやって遠くまで照らすのかというと、このシグネチャーポジションランプの下についている LED ヘッドランプを使用することになります。そして下の方にひっそり見えるランプが、LED フォグランプと呼ばれるランプです。フォグは霧という意味で、ノーム走行時で使用することを目的としているようです。X トレイルの G グレードでは、フォグランプは標準で装備されていて、X グレードの場合、フォグランプはオプション装備になっています。オプション装備の場合は、72,100円かかるようですね。で今回私が走行しているこの X トレイルは、X グレードのフォグランプなし仕様になります。なので、この動画で見えるライトは、ヘッドランプの明かりがメインになります。すでにお気づきかもしれませんが、この X トレイルのヘッドランプは、常に前方だけを照らし続けます。カーブ沿いに差し掛かると、カーブの先が真っ暗なので怖いんですよね。ちょっとカーブの手前に差し掛かったので、一度止めてみます。カーブ直前に見えるこの反射灯は、視線誘導表デリネーターと呼ばれ、その多くは積水樹脂株式会社が製造しています。このデリネーターの主な機能は、夜間や霧、降雨、降雪時に視認性が著しく低下した際に、自動車のヘッドライトを反射し、路側や道路線形の視認性を高め、ドライバーの視線を正しく誘導することです。この画像を見てもわかる通り、カーブ手前ではっきりと視認することができます。そして、このような反射灯もついていることがわかりますね。これは、線形誘導表あるいはアローライトと呼ばれます。まあ正直デリネーターでも、私個人としては十分良いかなと思いますが、とにかくカーブは何か反射するものがないと、ノーム走行は困難ですね。カーブに差し掛かると、必ず反射灯があるわけでもなく、特にここら辺の道沿いでは、どこを走ったらいいのかよくわからなくなりましたね。あと走行していて気がつきましたが、ヘッドライトのレベライザーが少し低いかもしれませんね。ご覧の通り、デリネーターが機能していませんね。ライトのレベライザーは、どの車にもついていて、ドライバー側にあるダイヤルで調整することができます。車に重いものを積載していると、このライトの上下角度が変わるので、人や荷物を乗せる際は、ライトの角度が適切か確認することも重要ですね。自発光視線誘導表がありましたね。このデリネーターはソーラーパネルもついているので、電池が不要というのが特徴ですね。ただし、価格が高く、一つあたり2万円ほどします。ただ、デリネーターやガードレールを、交通事故で破損させてしまっても、ドライバー個人にその修理費が請求されないのは、日本のいいところですよね。税金や交通違反をした時の罰金などで新設や修理がなされているようです。だんだん霧が深くなってきました。この X トレイルのハイビームの様子が、はっきりとわかりますね。先ほどもお伝えしましたが、このハイビーム常に同じ方向を照らし続けます。なのでデリネーターなしで、ノームを走行することは不可能に近いです。幸いにも車が全く走行していませんが、動物が急に出てきたら間違いなく激突します。ちなみに、ヘッドライトの後軸の話ですが、スバルでは、ステアリング連動ヘッドランプが採用されていて、カーブの先を自動で照らしてくれるようですね。このノーム走行では非常に役に立つと感じました。スバルのステアリング連動ヘッドライトの紹介動画を見てみましょう。動画のイメージから察するに、今、ヘッドライトだけをつけてる状態だと思います。今からカーブに差し掛かって、ステアリングを時計回りで回転させようとしていますね。このステアリングに連動して、ヘッドランプの後軸も回転していますね。
この機能をつけると、廃反として、ヘッドランプが大きくなって、最近流行りの細めランプにならなくなるんですが、この機能があると便利ですよね。ただこの動画でデリネーターの反射度合いも見れたらさらに良かったなぁ。もちろんデリネーターも照らしてほしいですけれども、動物などが突然登場する可能性も考えると、カーブの先まで照らしたいですよね。では一度エクストレイルのヘッドランプがこのノームの中でどのように点灯しているのか見てみましょう。ヘッドランプから、光線が出ていますね。シグネチャーランプは、ただ光ってるだけですね。ヘッドライトの光線を見てみると、思ったほど乱反射を起こしていないように感じます。霧の影響でこの光線に、ちょっともやがかかっている程度で、フォグライトがないと走行できないというレベルではなさそうです。それでフォグライトのことを色々調べてみたんですが、フォグライトは、あくまで周囲からの視認性を向上させるためのものであって、前方を照らす用途ではないようですね。一般的な話ですが、ヘッドライトは、車両左右方向におおむね70度を点灯するのに対して、フォグライトは100度以上にまで、照射角度が広がっているようです。実際に大きな角度計を用いて、エクストレイルのヘッドライトの照射角度も測ってみたかった。エクストレイルのヘッドランプの場合は、中央側に照度の高めのライトがありますね。ただそのライトだけだと幅方向に点灯させられないので、補助的にライトをつけていますね。そういえば忘れてましたが、このヘッドランプには、アダプティブ LED ヘッドライトはついてません。アダプティブヘッドライトシステムは、対向車を検知した際に、自動的にこのサイドの補助ランプが消灯して、対向車や歩行者に眩しいと感じさせない機能のようです。前方から見てみると、ヘッドライトの主張が強いですね。また、シグネチャーランプが羽みたいになっていて、これはかっこいいと思いました。フォグランプが必要かどうかなんですが、私個人としては不要なのかなと感じました。夜間にノーム走行する際は、ハザードランプを点灯すれば、十分周囲に存在知らせられると感じたからです。では実際に対向車がハザードランプを点灯して、走行してきた時の様子を見てみましょう。これだけの深い霧の中でも、ハザードランプのライトカラーが見えてきますよね。もし仮に相手がハザードランプを点灯していないとしても、ヘッドライトの明かりは十分周囲を照らしてくれてはいました。実際の映像を見てみましょう。あれこの車フォグライトもつけてますが、近づかないとわからなかった。なので、夜間走行においては、フォグライトが別になくてもいいんじゃないかな。ただ昼間でも、ノーム走行や吹雪の中走行を強いられる場面もあるとは思うので、昼間も天候が崩れやすい地域での走行が多い場合は、フォグランプをつけた方がいいかもしれませんね。この動画を参考に、フォグランプの購入検討ができれば、嬉しいです。ちなみに最も霧が深かったタイミングは、箱根の山を登り切った直後に来ましたね。フロントガラスに水滴がついているような錯覚もしてしまって、ワイパーを使いたくなるんですけれども、全く効果がなくてほんとこんな画面みたいな様子の中、走行してましたね。この赤と緑で点灯しているライトには本当に救われました。ちょうどこの先高速道路と一般道路で、道が分かれているんですが、この時、緊張していたので、もう何が何だか分かってなかったですね。皆さんもノーム走行するときは気をつけてください。ではまた。